今日はひき肉をスパイスで炒めたキーマをナンの生地に包んだキーマナンを作ります。濃厚でコクのあるキーマのレシピなので、ライスと一緒に食べてもとっても美味しいですよ。よかったらご参考にしてくださいね。では、しっかり味を絡めたひき肉に仕上げるために、まず最初はマリネ液を作ります。今回は味を絡める土台に卵1個を使用します。ボウルに割って入れ、よくかき混ぜます。そこへスパイスを加えます。今回使うスパイスはこれだけです。ナンの具なので、食べた時にガリッとスパイスを噛まないためにホールスパイスは使いません。詳しいパウダースパイスの分量は右上をご覧くださいね。よく混ざったら鶏ひき肉約 300g を加え、よく全体にスパイスが絡むようにかき混ぜます。時間があればこのまま20分ほど置いて味を浸透させるのがおすすめです。ちなみに使用するお肉は鶏肉でなくても大丈夫です。お好みのお肉を使ってくださいね。続いてマリネしたひき肉を炒めます。フライパンに油大さじ2、バター 10g を入れます。バターが溶けて油が温まったら、みじん切りした玉ねぎ1個を加えて炒めます。2、3分炒めたら、みじん切りしたニンニク3個と生姜1かけ、青唐辛子2本を加え、さらに炒めます。玉ねぎがよく炒められたところで、マリネしたひき肉を加えます。ひき肉の粒と粒が離れるよう意識して炒めます。ひき肉の表面の色が変わってきたところで、塩小さじ1/2を加えて混ぜます。続いてトマト缶大さじ4。そして美味しさを倍増させる隠し味にチキンコンソメキューブ1個を加えます。チキンコンソメはインドレシピというわけではなく、完全に私アレンジになりますので、リアルインドカレーではないことをお間違いなく。ただ、加えることによって濃厚な味に仕上がるので、ナンの生地に包む具には最適ですよ。さらにトマトも生のトマトを使うより、トマト缶を使う方が仕上がりの色がより美味しそうなカラーになるので、あえてトマト缶を使用しています。もし焦げついて炒めづらい場合は、大さじ1程度の水を加えて炒めてくださいね。ナンに包む時に水分量は極力少ない方が良いので、パラッと仕上がるよう炒めましょう。最後に味見をして塩加減を調節します。熱々の具はナンに包みづらいので、粗熱と水分を飛ばすためにバットに開けて広げておきます。これでキーマの準備は完了です。次はナンの生地を作りましょう。ナン作りは計量だけ頑張れば、あとは混ぜてこねて伸ばすだけなのでそんなに難しくないですよ。キーマナン3つ分の分量です。強力粉 200g、ベーキングパウダー 4g、塩少々、きび砂糖小さじ3。まずは粉物を合わせます。次は水分になるものを。プレーンヨーグルト大さじ4。油大さじ1。一旦ここで全体を混ぜたら、少しずつ水を加えてこねていきます。使っている強力粉や季節によっても異なるかもしれませんが、今回は水約 80cc ほどでこね上がりました。水で濡らしたキッチンペーパーをかぶせ、ラップをして常温で20分ほど寝かせます。いよいよ最終段階です。打ち粉を使ってもう一度全体をこねます。寝かせたことによって生地が柔らかく滑らかになっています。生地を3等分にしたら、綿棒を使って伸ばします。できればこの時に外周を薄く伸ばしておいた方が、この後包んだ時に生地の厚さのムラが気にならなくなります。続いて中心にキーマを乗せます。あまり詰め込みすぎると生地が破れてしまうのでほどほどに。そして周りに軽く水をつけ、プリーツを作るようにして包んだ最後のところに打ち粉をしっかりなじませて裏返し、綿棒で優しく伸ばします。そして強力粉を使っているので、伸ばしても生地の弾力で戻ってしまい伸ばしにくいかと思います。その場合は少し時間を置いてから再度綿棒で伸ばすと抵抗なくスムーズに伸ばせます。焦らず2回に分けて生地を伸ばしましょう。さあ焼いていきますよ。鉄のフライパンを使用しているので、しっかりフライパンを温めたら油は引かず、生地を包んだ方の面を下にしてフライパンへ入れます。
そしてすぐ蓋をして一番弱火にします。片面約5分焼くとしっかり生地に火が通ってくれます。裏面も同様に弱火のまま蓋をして4、5分焼きます。するとどうでしょう。生地を伸ばした時に穴が開いていなければ、このように風船みたいに膨らみます。可愛らしいですよね。生地が膨らむサインは、まんべんなくしっかり火が通ったことも知らせてくれます。これでキーマナンは完成です。音声はここまでになります。最後の美味しい瞬間は映像でお楽しみください。ありがとうございました。